皆さんこんにちは。今回は夏みかんの夏と冬の剪定をまとめてご覧いただきたいと思います。15年前からコンスタントに手入れしてきた木です。庭木ですから適度な大きさを保ちながら毎年ある程度の実をならすというのを主眼に剪定しています。こっちが柚子で、こっちが夏みかんですかね。まず夏の剪定からご覧いただきます。少し剪定しましたけど、これ道路側に出ないように縮めたいんですね、こういうのね。こういうふうに実がなってるとね、境界から出てても切りにくいもんですけど、実がない時がチャンスですね。できるだけ奥のこういう枝のところまで切り戻して、これを取っちゃうという感じですね。こういうふうに実がなってると切り戻せないんですよね。この枝とこの枝になってるので、これは切れますけど、こっちは残したいでしょう。本当はだからこういうのも残して、ここで切り戻してしまいたいんですけど、ここに実があるから、実を残すんだと切り戻せないということですね。今こう輪郭から飛び出てるけどね、こう重みでだんだん下がってくるといい感じにはなります。こっちは実がないですね。実がないので、このチャンスにがっつり切り戻しておくという感じですね。この辺も実がなってないので、切り戻しのチャンスですね。これもなってないですね。そうするともう、こういうとこでやってもね、これ強い枝なんで、またこういう強い芽が吹いてくるんで、こういうチャンスになくしちゃうっていうのも手ですね。なくしちゃって、今の上がなくなると、こういう下の方にある実のところにもね、よく日が当たりますんでね。こうすると、輪郭上に実が出てくるね。ですから実が黄色くなった時も表面に出て綺麗ですね。ここまでいっちゃおうか。これはね、立ち枝なので、なくしておいた方がいいですね。これちょっと目立つけどね。次第に下がってくるからいいでしょう。目立ちますね。あんまり目立つの嫌だったら、切るかですね。こっちの実だけ残して、こっちをなくすと。この方がいいかもしれないね。ここに実があるので、これは切らないようにして、この実がなってる枝の脇に、この枝は残した方がいいですね。だけど、この奥の立ち枝とかいう徒長枝はね、これを整理しといた方がいいです。こういう枝ね。この枝は実がないので、もう少し下でいっときましょうか。これも徒長枝ですからね。これは輪郭で詰めないで、出どこを探ってですね。出どこがちょっと団子になってますね。ここから出てる枝に実がなければ、ないかな。なければ、こういう枝は整理しといた方が
後々ね、こういう枝ね、もうちょっと調子だらけになってるね。実があるとね、やっぱり手出しにくいですよね。これはない。これはついてるのかな。ついてるけど出過ぎだし、調子だね。これは。実がついてるといえね、これですね、徒長枝なんでね、これ切りそうとしてこうやるにしても、どっちみち実がなくなっちゃいますんでね、こうなっちゃいますんで、それだったらもうない方がいいよね。よいしょ。これは残すか。塊になっちゃってる。ここまでいっちゃうか。こうなっちゃうからね。なってる。こっちだけか切れんな。このように夏の剪定は実をなるべく残しながら忌み枝などを取り除きます。次はこの年の冬の剪定をご覧いただきます。夏から秋にかけて新たに出た徒長枝などがたくさん出ています。木を大きく元気に育てたい、実をたくさんならせたいのならばこういう枝も必要なのですが、庭木の場合は残しておくわけにもいきません。冬は収穫剪定も同時に行いますが、すべてを取らずに景観上あった方が良い実は少し残します。
木の中の方にある枯れ枝ももちろん取ります。柚子の収穫剪定の際にもご説明しましたが、実だけを取るのではなく、実を含めて枝ごと切り戻し剪定します。中を覗くと枯れ枝や忌み枝がまだたくさんあります。最終的にここで切るので刻んでいきます。
ここだけ貝殻虫がたくさんついています。夏に剪定しても半年でこんなに茂ってしまいます。まだまだ木は大きくなりたいんでしょうね。15年前の大きさを維持しながら毎年実をならすというのはなかなか難しいです。残した実が輪郭の表面に見えるように周辺の枝を整理して終わりです。ご視聴ありがとうございました。